んにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、じゃじゃーん。こちらのスラブ糸で編んだポーチにお花の刺繍をした巾着の編み方をご紹介したいと思います。こちらがですね、浜中さんのひふみスラブっていう糸で編んだんですけど、このスラブ糸、超極太の柔らかいスラブ糸で、このポコポコの糸が特徴ですね。スラブ糸って太くなったり細くなったりしてる糸なんですけど、編んでいくことによって、その太いところと細いところがね、ポコポコとした編み地になって出てきます。これがめちゃめちゃ可愛い。裏こんな感じ。こっちの方がスラブ感わかりやすいですね。なんかね、もうとにかくこの糸が可愛かったので、すっごいシンプルに長編みだけで編みました。しかもめちゃめちゃ太い針で7ミリの針で編んでるので、もう一瞬でここの部分はもう編めてしまうという超簡単巾着です。なので今回はちょっと編み図がないんですけど、ちょっと動画を見ながら一緒に編んでいってもらえたらいいかなと思います。じゃーん。こんな感じ。で、上を紐でキュッと閉じる。超簡単です。で、ポイントはここのお花が浜中さんのアメリー F っていう糸で編んでるんですが、ここのパーツを作って余った糸でちょいちょいって縫い付けるっていうようなやり方で、刺繍というかですね、アップリケみたいな感じで作ってます。このお花の作り方、縫い付け方もご紹介してるので、ぜひぜひ見てみてください。かわいい。もうね、カバンの中にちょっとね、なんか荷物を入れて、こういうの入れておくのもいいし、ちょっとしたお出かけならもうこれだけでめっちゃ可愛いんじゃないかって思ってます。可愛いねえ。っていうか、これで、娘にプルオーバーを編んであげたいなと思って、ベストでもいいんですけど、めっちゃ可愛いんで、来年の冬に向けて編みたい。なんて思っております。それでは編み始める前に、概要欄に道具何使った、あとキットも用意しますので、キットの販売してるオンラインストアの URL、あと編み図も後からこれ作ってオンラインストアに載せるので、もし編み図が必要な方はそちらを見ていただけたら嬉しいです。はい、あと、チャプター、あと道具何使った、などなど概要欄に記載してますので、もしよかったら見てみてください。はい、それでは早速編んでいくぞー。それでは本日はこちらの糸を使って編んでいきます。浜中さんのひふみスラブ123で完成、作品完成ということで、ひふみってことですかね。はい、それの101番のお色です。こういうね、もう見た感じわかると思うんですけど、ウールのスラブ糸です。細いとこがあったり、この太いところがあったりっていうのが特徴の糸になります。これをもうほんと編み図とかなしでザザザッと編んで、まさにもう123日じゃなくて123時間ぐらいで完成できるといいなと思ってます。ちっちゃな巾着を編みます。で、最後に刺繍をしようかなと思っております。使用するかぎ針はこの7ミリですね。7ミリのかぎ針を使います。それではまずは鎖編みから。今回はもう糸がとにかく特徴的で可愛いので、もう長編みだけで仕上げたいなと思ってます。どれくらいかな。今12目です。12目でいこうかな。作り目は12目です。それでは1段目を編んでいきます。この作り目を半分ずつ拾って編んでいきます。この鎖のね、この輪になってるこの上側と裏から見た時にここ分かりやすいんだけど、このポコってなってるの、これが裏山です。鎖1本と裏山を拾って編んでいきます。それではまずは立ち上がり鎖編み3目、これ長編み1目とカウントします。で、作り目の12目目、これはこの長編み3目の台の目となります。なので次は長編みを作り目の11目目に編み入れます。さっき言ったように鎖半分と裏山を拾って
長編み。針に糸をかけて鎖1本と裏山を拾って長編み。これをまずは作り目の1目めまで繰り返していきます。で、結構ふわっと編むのが可愛いと思うんで、この糸。もし手がきつい方は、針の号数を少し上げてもいいかもしれないです。それではですね、作り目の1目めまで編めました。こんな感じです。そしたら今度はこの反対側にですね、編んでいきます。こちら側に編んでいくときは、この余ってる作り目のこの1本を拾って編んでいきます。針に糸をかけて、作り目のこの余ってる鎖1本を拾って、長編み。で、また次も、この余ってる鎖1本を拾って、長編み。こんな感じですね。そしたら、一番最後、ここ、立ち上がり鎖3目がここにあるんですけど、ここに台の目にした作り目の12目めがあります。ここを針を入れて、鎖1本と裏山を拾って、長編み。これで1段目が編めてます。そしたら立ち上がりのこの鎖編み1、2、3目の3目めに針を入れて引き抜き編みをして閉じます。はい。これで長編みで1段目編めました。あとはもうここからただひたすら長編みを編んでいくという感じです。2段目、立ち上がり、鎖3目。そしたら、ここですね。次、ここ立ち上がり、前段の立ち上がりです。で、ここに針を入れていきます。長編みの頭に針を入れて、長編み。こんな感じですね。このスラブ糸で糸に特徴がメリハリがあるので、ただ長編みを編んだだけでもすごく可愛く編めます。はい。こんな感じで2段目が編めました。そしたら1段目と同じように立ち上がりの鎖3目の3目め針を入れて
き抜くと。これで2段目編めました。で、ここから同じように3、4、5、6と編んでいきます。3段目。はい、こんな感じで全部で8段、1、2、3、4、5、6、7、8段編みました。それではですね、最後9段目をですね、1目飛ばしながら編んでいきます。立ち上がり鎖3目を編んで、さらにもう1目、全部で4目ですね、編みます。で、1目飛ばして、長編み、鎖編み1目飛ばして長編みという風に編んでいきます。で、ここにこの上端をギュッと縛る紐を通す感じですね。結構糸と生地が自圧なので、ここに通すとなんかモコモコっとしそうなので、ちょっと上だけギュッと縛りやすく一目とかしてます。これでぐるっと一周編んでいきます。こんな感じです。こんな感じで、編めました。そしたらここで糸をカットして糸を始末します。それでは、この上の上端を縛るための紐を編みます。鎖編みで30目編んでいきます。作り目と同じですね、鎖編み。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14。30目編めました。こんな感じで紐を2本ですね、編みます。30目で2本。そしたら、ここに通していきます。それではですね、紐を通す前にですね、刺繍をしようと思います。ちょっとこの紐は後ほど使うので、取っておきます。ではですね、刺繍はですね、こちらの糸、アメリー F の4色使っていきます。512番、505番、506番。530番の4色、こちらを使っていきます。で、かぎ針は4号針と、とじ針ですね。とじ針を用意します。それではですね、お花編んでいきます。鎖編みをまずは5目します。いきます。はい。今準備ですね。1、2、3、4、5目。で、5目できたら、これを1目目に針を入れて、こんな感じで。で、引き抜き編みをして、この輪を閉じます。そうすると、こういう丸いリング状の作り目ができたと思います。
そしたらこのリングの中に針を入れながら細編みを編んでいきます。最初は立ち上がりの鎖を1目。で、輪の中に針を入れて、細編みを編む。で、ここから鎖編みを1、2、3、4、5、6、7目。で、輪の中に針を入れて、細編み。これをですね、繰り返します。花びらは7枚作ります。1、2、3、4、5、6、7。そして細編み1目。で、また1、2、3、4、5、6、7。細編み1目。こんな感じで繰り返して、花びらが7枚できるまでこれを繰り返します。それではですね、これ最後の花びら1枚の鎖7目です。で、最後はこの一番最初に編んだ細編み1目、ここの頭の鎖に針を入れて引き抜き編みをして閉じます。これで花びら7枚のお花ができました。で、ここで糸を気持ち長めにね、残してカットします。こんな感じ。そしたらこんな風に留め付けていきます。今ちょっとオレンジとブルーをつけてるんですが、こんな4色使うので、こんな感じで留めていこうかな。あともう一個はこっちがいいかな。この辺につけていこうかなと思います。そしたら、ここで今編み終わってるので、この引き抜き編みをした最後、編んだ目をちょっと内側に移動します。この糸をね、内側にこんな感じで移動させます。そうしたら、ここから、この真ん中のリングの部分をなんかぐるぐる囲うようにしてかがってつけていきます。花びらの部分はひらひらさせたいので、縫わずに結構ね、これを覚えちゃえばいろんなものに応用できるかなって。今ポーチに縫い付けてるんですけど、なんか帽子に縫い付けたりとか、お洋服とかのワンポイントで縫い付けたりとかちょっとしてもすごく可愛いんじゃないかなと。で、このお花もすっごい簡単にできるので、何かしらのアクセントに使っていただければと思います。はい、これでお花がつきました。そしたらこの糸は内側にしまってシュッとね。で、この反対側の糸も内側にしまって、で、中で結んじゃいます。はい。で、こんな風にしてお花をつけていきます。こんな感じでお花がつきました。かわいいですね。で、最後にさっきのこの紐をですね、通します。紐を両側から通していって、左右で引っ張って口を閉じれる巾着タイプにしていきます。
こんな感じ。で、最後にこの端を、このね、ここのギリギリのところで結びたい。こんな感じ。で、チョキンと。1本で良さそうですね。なんか2本通すより1本の方が全然閉じるし、なんかこの方が可愛いかも。1本にします。それでは最後にネームをつけていきます。この裏側のここにつけたいと思います。はい、ネームつきました。これで完成です。はい、重さ測ります。重さが、35g。で、ひふみスラブ1玉ですね。で、その他にアメリー F を1色ずつ、4色全部1色1玉以内で完成します。サイズです。横幅14センチ、高さ18センチです。いかがだったでしょうか？超速攻できるスラブ糸で編むお花の刺繍の巾着の編み方。ぜひぜひ皆さん編んでみてください。かわいい。色もね、かわいいですよね、この4色。って感じです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。